古漢の末期、冷帝の時代、宦官が権力を握り、政治は乱れ、搾取に苦しむ農民は太平道の聴覚のもとに集まり、一斉放棄した。黄巾の乱である。同じ年、遥か西方の領州でも、領州志士の詐称の搾取に苦しむ民の中から、王国、宗賢だがとへ、彼らは金城軍の名士である変員と漢役を捕らえると、無理やり賊軍の頭目に仕立て上げ、金城軍を攻め落とした。お尋ね者となった二人は変将、関水と名を改め、かくなる上はと反乱軍の指導者としての道を歩むようになる。そして寛陽軍にいる領州志士、左将を攻撃するが、寛陽長子の外君が軍を率いて駆けつけると、包囲を解いて撤退していった。変将、関水が撤退したことから、左将はようやく命拾いした。主君、参りました。遅いではないか。もう少し遅れたらわしは危ないところだったぞ。はは。それにどうして一戦も交えることなく奴らをそのまま撤退させたのだ。なぜ追おうとしなかった。それは。さてはお主、賊軍と通じておるのだな。だから今回のことも示し合わせて。黙って聞いておれば。主君、朝廷からの使者である。何。軍事費横領の疑いにより志士の職を解く。官舎に乗り手への獄に赴き、調査を受けよ。なんだとくそ。こうして領州に混乱をもたらした志士の左将はようやく更迭されたのである。人々は変将、関水の乱を平定する力量のある志士が後任に来ることを期待した。今度はまともな志士が来てくれないと困るね。そう願いたいものですが。わしが新しい領州志士じゃ。お待ちしておりました。共に戦乱を鎮めましょうぞ。わしに明暗がある。領州はそもそも文化的に遅れた地域で人民の強化が足りない。は身体八夫これを父母に浮く、あえて起床せざるは功の始めなり。はこの皇居を一家に一冊書き写し、どの家にもこの本を熟知させるように命令するのだ。そうすれば、人々は道徳の根本を理解し、反乱したものも思い直すだろう。もう一つの軍が陥落し、教族も各地で略奪を行っているので、そんな無縁なことをしていては。いや、文化の遅れた領州の民たちには、これこそが最も必要なことなのだ。春秋時代、学者の多い聖野郎でも反逆行為は絶えませんでした。今急いで反乱を鎮めようとせず、そんな変なことをすれば、領州はダメになってしまいますし、朝廷の笑い物となります。私にはその策の長所が見当たりません。いや、この方法が一番だ。この策を上奏するとしよう。これはあかん。果たして宗教は命の利によって検責され、臆病で職務を軽んじた罪で早々に朝廷に召し返されたのである。変将、関水は外君の前に撤退したが、教族の消結はなおも続いた。兵長の後任として護教行為となったのは、かつて檀慶の下で活躍し、戦費とも戦った海君。その海君の軍勢が教族の軍勢に包囲されたことから、外君は領州及び寛陽軍の兵と共に救援に向かったのだが、釈古国の恨みを今ここで晴らすぞ。一人たりとも生きて返すな。よし、やってやれ。長子、兵の数が違いすぎます。こちらは100人ちょっとしかいません。みんな5人一列にまとまれ。よりの字を組め。海君は敵中突破を図った。しかし教族の騎兵は精鋭だった。激しい攻撃を受け、外君の率いる兵士はほとんどが戦死し、外君も3カ所に傷を負い、動けなくなった。俺は敵に後ろを見せんぞ。これが指導者だな。命をもらったぜ。俺の死体はここに置いてくれ。おお、待て待て。こうされました。これは外長子ではないか。この方は賢人だ。殺してはいかん。この方を殺したら天罰が下るぞ。賊のお前たちに何がわかる。さっさと殺せ。お移動する。勇気のある人だな。軍にお返ししよう。長子、私のお馬を差し上げます。これに乗って軍にお帰りください。部下を討ち死にさせておいて、わしだけ逃げ帰るなどということはせぬ。どうします。困ったな。天狗は普段から外君に手厚く遇されており、外君の人格の素晴らしさを知っていたのである。この時、他の教の兵たちも外君の人徳と勇気に心を動かされ、彼に危害を加えようとしなかった。そして天狗ら教族は外君を捕らえると、寛陽軍に送り返したのである。宗教の後任として赴任した領州志士の楊陽は、外君が人心を非常に得ていることを知ると、上表して彼に寛陽大使の職務を行わせた。この時、人々は飢饉に見舞われ、互いに略奪し合っていた。海君は飢えた民に食料を分け与え、真っ先に自分の家の食料を与えて手本を示し、1000人余りが命拾いしたという。海君か。
こんなに人心を集める人が当時の領主にいたんだな。海君は三国演義には登場しないが、五官所には独立した殿が建てられているほどの人物だ。独立した殿があるとは、なかなかの大物だね。覚えておこうっと。ちなみにこれまでもちょくちょく登場し、この後にも登場する不詳。彼も外君と同様、五官所で独立した殿がある人物だ。二人の列伝は五官所の軍府外蔵殿にあるぜ。二人とも領主出身の同時大臣だけど、同じ間に入っているということはそれ以外にも共通点があったの。権力に屈せず正義を貫き、危機を避けず勇敢に立ち向かったという点が似ているが、海君と不詳のこれからの活躍にも注目してほしいぜ。黄巾の乱に続き変将関水の乱が発生したことにより、徴兵と徴税はやむことがなかった。反乱の影響は領主だけでなく、天下全体にさらなる負担を強いることになったのである。同州大臣がやってきた。はあ、金弟子との位を買った同州大臣か。再生支出をなんとかせねばもう国が持たんぞ。各地の反乱が止まらなくなってきたな。あの領主って地域いらなくないか。領主がいらない。そうだよ、あそこは金食い虫だ。強族との戦争、そして今回の反乱、人口も少なく物産も大してないあんな甲信地帯、なんで中間の人物金をこんなにつぎ込まなきゃならないんだ。それはまた過激な意見だな。今度進言するとしよう。ちょっと今の聞いたか。領主人が聞いたら発狂するだろうな。そして領収対策を話し合うため、皇帝は百官を集めて会議を開催した。ただいま金城郡、老政郡一帯で毒が発生しておる。対策を議論せよ。申し上げます。領収につきましては、応援に多額の費用がかかっており、国家財政を圧迫しております。ここは思い切って領収を放棄し、三歩の防備に力を集中させるべきです。うわ、言ってる言ってる。お待ちください。とんでもない意見です。使途を切らねば天下は安定しない。そこまで言うか。議論不詳、今の発言は問題である。朝廷で大臣を侮辱するのは罪にあたる。ちょっと待て。不詳、今の発言は確かに過激だ。お前は領主出身だからそのようなことを言っているのか。そうではございません。かつて郷土の木突前雲に無礼な振る舞いがあった時、藩海は上昇の位にあり、10万の兵を率いて郷土の中を縦横無尽に駆け巡ることを願い、怒りを高ぶらせて奮起し、人心としての節操を失いませんでした。ただその計略が従うべきでなかっただけなのですが、寄付はやはり藩海は斬首すべきだと言いました。現在領主は天下の要衝、国の障壁であります。控訴は起こったばかりの時、歴将に別軍を率いて老遊地区を平定するよう命令しました。正宗は国土を開拓し、4軍を設置し、論者はこれを郷土の右腕を断ったと考えました。今領主は政治が調和を失い、全州が反逆し、天下は騒然とし、陛下は安眠できません。歳列は上昇として国のために反乱を解消する策を考えず、広大な国土を分割して捨てようとしており、秦は密かに困惑しております。中族の異なる異民族をこの地区に住まわせば、兵士は勇猛に鎧を固め、これらによって変乱が起こります。これは天下最大の憂慮であり、社食の災いです。もし歳列がこうしたことが分からずに申しているのであれば、それは愚の極みであり、知っていて申すのであれば、国家に対する不忠であります。なるほど。確かにお主の言う通りだ。平定は不詳の言葉を聞き入れ、領主放棄の議論は消滅した。以降、朝廷は不詳の品格を重んじ、苦行に欠員が生じるたびに皆が不詳を推薦した。領主放棄がなくなったことで、改めて変将関水の乱に対する対応が百官を集めて話し合われた。かつて宦官勢力に命を狙われて流浪していた長期は、その後兵州志士にまで昇進するも東湖の金で失脚していた。しかし黄巾の乱を機に久々に復活し、この時議郎を務めていた。金城軍、海洋軍などが特軍の狼藉を受けている。どう対応すべきか。奴らはまだ各地を略奪して回っているだけです。奴らが領州各軍の支配を固める前に進撃して討伐すべきです。私も同意見です。そうか。これは風向きが怪しいぞ。この流れでは領州への鎮圧軍派遣が決まりそうだ。そうすると領州出身で強族に詳しい俺が将に任命される可能性がある。しかし反乱側の北級迫力も李文公も俺の昔からの友達で、将来俺のために働かせようと思っている奴らだ。朝廷のクソどものために自分の将来の兵力を削るのは絶対に嫌だ。お待ちください。今は討伐を行うべき時期ではありません。お主は誰よりも同姓の強族の事情に詳しいではないか。
意見を聞こはい。賊の王国、宋剣らはいずれも以前に男系の下で長く戦争に従事しており、領州の地位も熟知しております。彼らの配下の兵士たちも皆歴戦のつわもので、中国には今、彼らと互角に戦える軍勢はおりません。それに甲中義重卿、さらには千連卿も加わっておりますので、到底容易に太刀打ち的な相手ではありません。先日後強行為の快挙がなすすべもなく敗れたことでもこれは明らかです。ではどうすればよいのか。彼らは戦闘では強いですが、軍権を治める才能を持ちません。偏将や関水が加わったとは言っても、出身背景が異なり、うまくやっていくことはできないでしょう。しばらく経てば仲間割れを生じ、おのずと分裂することは明らかです。その時を待って討伐すれば平定は容易でしょう。そうか。どうだかな。そんな悠長なことを言っていていいのだろうか。でもまあ、あの地域のことを一番分かっているのは董卓だからな。異論はあったが最終的には事情通と目されている董卓の意見が通り、当面朝廷からの本格的な討伐軍の派遣は見送りと決まったのである。赤丸です。まだ触れていませんが、この頃漢中では長州率いる後鳥兵道の反乱が発生しており、黄河の北では国山族の長牛角、諸円らの反乱が発生したばかりでした。さらに洛陽では宮殿が消失していました。この状況では実のところ、米帝も宮殿再建どころではないのですが、宮殿再建の名目で増税することで民衆をさらに苦しめ、反乱に駆り立てるという負の連鎖に陥っていくのでした。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。